君のためなら死ねる。主人公が一目惚れした女性の気を引くためにラブラビッツに加入し奮闘する衝撃と感動と奇跡のラブストーリー。ローンチタイトルということもあり、 DS の機能を最大限に生かし、タッチペンを使うのはもちろん、画面に息を吹きかける、マイクに叫ぶなど様々な要素があるユニークなミニゲーム集となっています。発売当時に歌やがネットで話題となり、妙な盛り上がりを見せ、バカゲーのセガを印象づけるきっかけともなった一本です。ネットで話題となった本作の歌は公式サイトでのみ流れるもので、残念ながらゲーム本編では聞くことができません。本作には「赤ちゃんはどこから来るの?」というタイトルの続編がありますので、気になる方は各自で調べてみてください。バックピクス DS のハードの特徴を生かし、自分の描いた絵がその場で動き出すという新しい体験を与えてくれるユニークなソフトです。自分で描いたパックマンを操作してゴーストを退治する内容ですが、パックマン以外にも矢を描いて飛ばしたり爆弾を描いたりなど様々なジェスチャーが存在します。意外に緩く楽しめる内容なのですが、少し進めると難易度が急上昇してしまうため、なかなか先に進めず、ゆっくり楽しめる序盤を繰り返し遊ぶユーザーも少なくなかったようです。初回購入特典の特製タッチペンはサイズ感が良く使いやすいため、現在でも愛用しています。描いたパックマンはなぜかしゃくれ気味になることが多いです。エレクトロプランクトン。DS 内に生息する10種類の電子プランクトンにタッチペンで触れたり、マイクで音声を吹き込むことで、プランクトンたちが様々な動きや音を出すなど、その反応を楽しむ内容ですが、ゲーム性はありません。ゲームではありませんが、気がつくと触り始めてから結構な時間が経っているという謎の魅力のある癒し系な一本です。制作は岩井敏夫さんという方で、ファミコンのオトッキーや PS2 のびっくりマウス、E テレのいないいないばーのアニメーション演出に携わるなど、マルチに活躍されるメディアアーティストです。脳を鍛える大人の DS トレーニング。東北大学未来科学技術共同研究センターの川島隆太教授が監修し、ゲームをプレイすることのなかったシニア世代にまで DS を普及させた大ヒット作です。脳トレという言葉を若年層にまで広め、その後は数多くの類似ソフトがリリースされるなど多大な影響を与えた一本です。あまり知られていませんが、前年に川島隆太教授とセガトイズがタッグを組んで開発した能力トレーナーが発売されており、そちらはシリーズ累計で20万セット以上を販売。チーク玩具としては異例のヒット商品となっています。平成元年に起きたセガと任天堂のテトリス事件を思い出すのは自分だけでしょうか。考えすぎな気もします。なお、川島隆太先生は現在、東北大学加齢医学研究所所長を務めています。スーパープリンセスピーチ。マリオシリーズではありますが、従来のシリーズとは逆に、クッパにさらわれたマリオ、ルイージ、キノピオたちをピーチ姫が救うため、言葉を話す不思議な傘カッサーと共に冒険の旅に出るユニークな内容のアクションゲームです。状況に応じて喜ぶ、怒る、悲しむ、楽しむの4つの気分を使い分け、ギミックを利用しながらステージクリアを目指す内容です。ゲーム本編以外にも敵の図鑑やミニゲームなど充実の内容なのですが、いかんせんマイナーな印象が拭えないのは低年齢向けで女の子向けの印象が強いからでしょうか。アクションゲームとしての完成度の高さは折り紙付きですが、確かに男子小学生には手を出しづらい可愛らしすぎる内容かもしれません。ちなみに非公式のファミコンソフトミスピーチワールドと本作は無関係です。
うるせえやつら、エンドレスサマー。漫画、うるせえやつらを題材とした、友引町生活アドベンチャーゲーム。声優はアニメ準拠ですが、原作以外では影の薄かった、あたるのマブダチ、白井康介が登場する大変ユニークな内容となっています。しかし、アニメで康介の代わりに活躍したメガネやパーマたちはアニメオリジナルキャラなため、本作には登場せず、少々物足りなさを感じるファンも多いかもしれません。ゲーム内容に際立った特徴はないものの、原作コミックの表紙を集めたり、女性キャラの衣装を集める要素は、ファンアイテムとしては十分な内容だと思います。うるせえやつらは、小学館創業100周年の2022年に再アニメ化が決定しており、そちらは原作準拠になるとのことなので、康介の活躍が見れるかもしれません。任天堂 DS ブラウザー。任天堂とオペラソフトウェアが開発したモバイルウェブブラウザーで、ウェブブラウザーオペラを DS 向けにカスタマイズしたユニークな製品です。当時は iPhone 発売前で、スマホが普及する数年前なため、本製品でネットデビューした人も少なくなかったようです。2022年現在、リッチコンテンツどころか、快適に閲覧できるサイトを見つけるのは難しいですが、超軽量なサイトであれば、現在でも快適な閲覧が可能です。しかし、DS ブラウザーが現在でも使えることより、そんな軽量なサイトの素晴らしさが、年を追うごとに増していく現状の方が、よっぽどユニークと言えるでしょう。末永く存在し続け、いつまでも閲覧できることを心より願っております。超操縦メカ MG。100 体以上のマリオネーションギア、通称 MG を操縦して様々なミッションをクリアしていくロボットアクションゲームです。各 MG には50種類以上の個性的なコックピットが用意されており、下画面でそれぞれに対応したタッチ操作を行うことで、攻撃などのアクションを行うことが可能となっております。ミッションは敵を倒すものだけでなく、障害物の破壊や運搬、車型 MG によるレースなど、バリエーション豊かな内容となっております。開発は地球防衛軍でおなじみのサンドロットなので、EDF ファンの方はぜひプレイしてみてください。DS 電撃文庫シリーズ。電撃文庫の作品を題材にしたサウンドノベルシリーズで、文庫では表現しきれないイラストと BGM と DS ならではの演出で、楽しみながら小説を読むことができるユニークなソフトです。キャラクターのイラストはもちろん、小説そのままの風景イラストも多数収録されており、頭の中で思い描いていたシーンが液晶画面に蘇ります。小説部分は DS を盾に使い、まるで文庫本のように小説を読むことができる仕様となっております。各ソフトにはゲーム要素もあり、イリアの空、UFO の夏にはシューティング、アリソンには射撃、クイズ、カードゲーム、犬神ではリズムゲーム、クイズ、カードゲームなどで楽しめます。犬神はアニメ化された利点を生かし、キャラクターのセリフが豪華なフルボイス仕様なので、アニメ感覚で楽しめます。ノバウサギのゲームで留学 DS。駅前留学の CM で人気を博したノバの人気マスコットキャラクターノバウサギと楽しく英語を学べる学習ソフトです。ノバ監修のもと、フォニックスやダイレクトメソッドといった効果的な学習方法を盛り込み、英語を使ったミニゲームの数々は子供から大人まで楽しめることはもちろん、学習効果の高い本格的なゲームに仕上がっています。しかし株式会社ノバは本作発売と同年、受講料の前払いというビジネスモデルが引き起こした過剰投資による受講者とのトラブルで439億円という巨額の負債を抱え、事実上の倒産。
当時はニュースでも大きく取り上げられましたが、現在では株式会社 G エデュケーションへ事業譲渡され、時代とともに多様化する生徒のニーズに応えながら、見事に再起を果たしています。書き込み式般若心経練習帳 DS。般若心経を昭和、写経といったメニューで聞いて、読んで書くことができる大変ユニークな DS ソフトです。お手本に沿って読んだり、文字をなぞるところから半紙に書くように練習することができ、字を丁寧に練習することもできます。また、般若心経や漢字の意味を知ることができる辞典やクイズ形式の問答で、より深い知識を得ることもできる内容です。般若心経を呪いの言葉のように怖がる人もいますが、般若心経とは悟りの境地に到達する方法が書かれた膨大なお経の中の大事な部分だけを266文字にぎゅっと凝縮した大変ありがたいお経なのです。毎日唱和しましょう。そして般若心経の正式名称は般若原三田心経です。ナンプレバウ。ナンプレとはナンバープレイスの略称で、数読とも呼ばれる数字パズルの一種です。本作は DS で手軽に数読が楽しめるソフトで、問題数は300問とやりごたえも十分です。では何がユニークなのでしょうか。それはバウの部分にあります。バウとはネットでもおなじみのいわゆる面白画像まとめのルーツで、もともとは雑誌宝島の読者投稿コーナーでした。80年代後半にはバウだけをまとめた単行本も発行され、幅広いファンからの人気を得ました。現在ネットで有名な面白画像にもバウ発祥のものが多く存在している状態です。それはさておき、フロムソフトウェアが以前はこんなゲームも作っていたということを知らないユーザーにとっては、そちらの方がよっぽどユニークかもしれませんね。美しくなろう、デュークサライへの健康ウォーキングナビ。さあやりましょうか。シュンシュンでおなじみのウォーキングドクターデューク・サライエの提唱する健康法デュークズウォークの基礎を学んで体験できる、現在でいうところのリングフィット的なフィットネスソフトです。シュン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 。丁寧で楽しい解説はフルボイスフル動画で収録されており、デュークズウォークが隅々まで研究できます。ユニークではありますが、ネットとスマホの普及で一気に役目を終えたタイプのソフトになります。シュン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 。必殺カンフー漢字ドラゴン。プレイヤーは主人公ポーとなり、襲い来る敵や試練を必殺漢字剣で打ち破る漢字クイズゲームです。道場破りに父を倒されたポーは果たしてあらを打てるのでしょうか。往年のカンフー映画のパロディやオマージュがプレイヤーの心を揺さぶる内容となっています。前作漢字の渡り鳥も大変ユニークな内容でしたが、実写オープニングからやりたい放題だった本作を選出させていただきました。文字入力の漢字の認識は書き順が重要なため、画数の少ない漢字でも書き順を間違うと正しく認識されませんので、プレイの際はご注意ください。ワンセグ受信アダプター DS テレビ。 DS テレビは任天堂 DS 用のワンセグ受信チューナーで、 DS や 3DS シリーズの本体で使用可能なワンセグ受信アダプターです。字幕放送にも対応しており、独自の機能読むテレビでは視聴中の番組の字幕を記録し、まとめて閲覧することが可能です。番組を見ながらゲームウォッチで遊べたり、手書きのメモ帳などは DS の2画面を生かしたとてもユニークな機能です。ネット接続がなくても視聴可能なのが魅力ですが、今の学生世代はワンセグ放送をご存知なのでしょうか。
現在のスマホにはほぼチューナーがないため知らなくても仕方ありませんが、自動車のカーナビで見ることができるテレビはおそらくワンセグだと考えて良いでしょう。ピンポン。友達作ろう魔法の交換日記。任天堂 DS が自分だけの秘密の日記帳になるユニークなソフトです。バラエティに富んだ画像や音楽、アニメーションを盛り込みながら日記を作成できるソフトで、自分だけの秘密の日記を作成できることはもちろん、お友達と1件ずつ日記を交換できる交換日記モードも用意されています。今でいう豪華で不便な LINE という印象ですが、交換する相手をいかに楽しませるか、いかに驚かせるかなど考えながら、当時の小学生たちが一生懸命にこのソフトで遊んでいたと考えると微笑ましい限りです。 DS のカートリッジは小さいので、学校でこっそり交換するのにも大変好都合だったと考えられます。跳ねるの扉 BS 短縮鉄道の夜。本作発売当時、フジテレビ系列にて放送されていたバラエティ番組「跳ねるの扉」の人気コーナー「短縮鉄道の夜」が番組そのままに体感できる短縮語攻略ゲームです。秋葉という出題に対して秋葉原、キムタクだったら木村拓哉などといった様々な短縮言葉を元の言葉に戻して言い当てていく内容となっております。マイクを使って遊ぶボイスモードの他に、画面タッチで遊ぶタッチモードもあり、一人で遊ぶことも複数人で本体を回しながら遊ぶことも可能です。しかし現在プレイすると問題が古くなっていることから、もう使われていない略語なども出題されるので、当時跳ねるの扉を見ていた世代で集まって遊べば盛り上がれそうですが、20分も遊べば飽きそうです。ポロロンドコモだけ DS。 本作は父ドコモだけとその体からこぼれるミニたちをタッチペンでつまんで運んで変身させ、ステージのトラップを攻略し、ドコモだけの里に迷い込んだ家族を探し出すパズル型アクションゲームです。本作のユニークな部分はやはり NTT ドコモのキャラクターが主役になっているところでしょう。 NEC の CM キャラクターバザールでござるのゲームといろいろ近いものを感じます。以前はエバラ家の人々やポッキン4姉妹物語など CM 発祥の映画などもありましたが、近年は CM にそこまでの話題性がなくなった印象があります。先ほどユニークさの少々弱いノバウサギのゲームを取り上げましたが、ただ懐かしいキャラをいじりたかっただけです。ご容赦ください。ひろみちお兄さんの親子体操ナビ。お母さんと一緒の体操のお兄さんとして人気を博したひろみちお兄さんが、フルボイスフル動画で親子で楽しむ体操をナビゲートしてくれるユニークなソフトです。動物園の動物たちの体操、遊園地の乗り物の体操、公園にある遊具の体操、海の生き物の体操、山で体操、街で体操などいろいろな体操が収録されています。本作も大変ユニークな内容ですが、デューク・サライエさんのソフト同様、ネットとスマホの普及で一気に役目を終えたタイプのソフトになります。今回動画を作るにあたり、ひろみちお兄さんの公式サイトを訪れたのですが、少し衝撃的な内容でした。でも元気そうで何よりです。オッケー。どれにする？デュエルラブ恋する乙女は勝利の女神。大変ユニークな校風の高校が舞台の乙女ゲームで、ゲームジャンルはセコンド系恋愛アドベンチャー。主人公が転校してきた高校では、夜に旧校舎で B1 という格闘技大会が行われており、それに参加する選手たちをサポートする形で関係を深めていく内容です。汗拭き、傷の手当て、マッサージなどのミニゲームを成功させれば、気になる男の子をヘブン状態にまで導くことも可能です。
さあ、頑張ってこすってください。お前の手、最高にいいな。トッタロ良い子の無人島生活。荒れ狂う大海原を颯爽と突き進む人気バラエティ番組いきなり黄金伝説の1コーナー、良い子の無人島0円生活を題材にしたミニゲーム集です。お笑いコンビ良い子の浜口と有野、しゃくれが登場し、無人島での1週間の生き残りをかけて様々なミッションをこなしていく内容となっております。ミニゲームは番組内での特徴的なシーンを再現しており、有野はものづくりを、浜口は食材の確保を担当しながら生活し、島の謎の解明に迫る要素もあります。DS にはテレビ番組を題材としたゲームが大量にリリースされており、どれもユニークなものばかりなので、今回はいじりがいのある話題性の高いものを選ばせていただきました。そもそも DS はハードの特性上、どのソフトもユニークな要素を含んでいるものがほとんどだということは秘密です。良い子は地球に感謝し、食事を楽しんだ。こんにちは、赤ちゃん。育児体験、育児ごっこミニゲーム集で、性別や名前、目や肌の色、頭の大きさなどを決めたら、赤ちゃんとの新しい生活の始まりです。ガイド役のビクトリアからヒントを聞いて、本当の赤ちゃんのようにお風呂に入れたり、ご飯を作って食べさせたり、寝かしつけたりと、赤ちゃんのお世話を楽しみながら体験できるユニークな内容となっています。本作は可愛らしいパッケージイラストを見て購入すると、ゲーム内での赤ちゃんの日本人離れしたリアルな顔立ちに衝撃を受けてしまう可能性が高いです。これは海外のゲームを文字だけローカライズして発売したことが原因ですが、遊んでいるうちに可愛く見えてくるので、そこまで気にすることはないでしょう。でも、小さいお子さんは少々戸惑うかもしれません。阪神タイガース DS。阪神タイガース球団公認のデータベースソフトで熱狂的なファンを数多く抱えるプロ野球チーム阪神タイガースの栄光の歴史に特化したソフトです。タイガースに所属した選手やユニフォームなどの球団誌や2008年版の選手名鑑などが閲覧可能なほか、阪神クイズやホームラン競争などのミニゲームが楽しめる内容となっています。ホームラン競争は入門クイズを10問全問正解しないと解放されないため、今回はガチ勢の方に生放送で助けていただきました。その説はありがとうございました。全問正解後に確認したところ、その方は阪神ファンではなくオリックスファンとのことでした。プロ野球ファン恐るべしです。学研ムー編集部監修超常現象リサーチファイル。1979年に学研より創刊され、芸能人のファンも多いオカルト系月刊誌ムー編集部が監修する本作はオカルトファン必見のクイズゲームです。 UFO、心霊、超常現象など世界の未解決事件を調査・研究する機関のエージェントとなり、世界の謎を題材としたクイズに答えることでエージェントレベルをアップさせてさらなる謎を追っていく内容です。有名な事件から今まで知り得なかった超難解事件まで約2000問に上る世界の謎クイズが楽しめますが、現在ネットで調べても答えが出ないマイナーなものまで収録されているため、レベルアップには結構な根気が必要となります。 UFO に関してだけ詳しくても一人前のエージェントになることはできないのです。テイルズ・オブ・ハーツ DS のテイルズ・オブシリーズ第3弾。本作はシリーズ初の試みとして作中にプロダクション IG によるアニメムービーが流れるアニメムービーエディションという従来の仕様のテイルズに加え、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンでおなじみの白組が制作した CG ムービーが流れる CG ムービーエディションが同時発売された大変ユニークなタイトルです。当時テイルズシリーズが海外で売れない最大の理由として挙げられていたのがキャラクターの幼さ、
という問題でしたが、それを解決するために作られたのが CG ムービーエディションだと言われています。しかし、本作以外のテイルズシリーズには CG ムービーエディションは発売されていません。そういった事情からいろいろとお察しいただけたら幸いです。なお、ムービー以外はどちらも完全に同じです。佐賀のラバイばあちゃん DS。漫才ブームの火付け役として一時代を築いた島田義樹さんが1987年に自費出版した小説がいろいろあって2004年に400万部の大ヒット。その小説を原作として映画、漫画、ドラマなど様々な作品が作られました。それらの作品の一環としては少々出遅れ感のある2009年に発売されたのが本作です。1960年前後の日本の田舎の原風景で繰り広げられるラバイばあちゃんとの貧乏生活を描く物語で、プレイヤーは主人公秋広を操作し、ばあちゃんの知恵と工夫をヒントに全13章で構成される物語を進めていく内容です。一見僕夏のように見えますが、若干のゲーム性があるアドベンチャーゲームで大ヒット小説のゲーム化という大変ユニークな位置づけのソフトです。気も可愛い。魔界のゲートを通ってやってきた魔界っ子たちを人間界の生活に適応できるようにしつけしながら信頼関係を深めていくユニークなコミカルしつけアドベンチャーです。放っておくとキモい行動をとってしまう魔界っ子たちのしつけを任されてしまった主人公は、タッチペンを駆使したミニゲームで時には頭をなでなで、時にはお尻ペンペンなどのしつけをしながら魔界のゲートを閉じるために奮闘する30日間を描く内容です。発売前、公式で公開していたしつけ要素の多くが製品版からは告知もなく削除されてしまったとのことで、がっかりされたユーザーも多かったようです。削除されずにそのまま発売されていたら、現在でも多くの人から語り継がれる一本になっていたかもしれませんね。悪かったって言いたいよ。ごめんなさい。俺がお前を守る。広告騎士団所属レン、ただいま戻りました。アイディアファクトリーの乙女ゲームブランドオトメイトの新ブランドオトメイトフォルテ第1弾の本作は、幅広い女性ユーザーにアピールするため、従来のアドベンチャーゲームだけでなくアクションや RPG などの商品展開を目指し立ち上げられたユニークな新ブランドでした。しかし第1弾でガチめなメトロイドバニアを発売してしまい、乙女たちにはプレイできず、 Amazon レビューでは星1をいくつももらう悲惨な結果となりました。女性には遊べず、男性は乙女ゲームなのでスルーしたため、発売から10年近く正しく評価されずに埋もれていましたが、発掘されてすぐに価格が数万円に高騰。一時話題になりましたが、現在は1万円強に落ち着いています。冬のソナタ DS。 韓流ドラマブームの火付け役であり、日本における韓国文化需要の流れを作ったともいえる大ヒットドラマのゲーム化。高校時代に色々あって付き合うも、彼が事故に遭い死別。その10年後、他の婚約者のいる彼女の前に突如現れる元彼売り2つの男的な流れから始まる物語です。本作はゲームというよりはノベライズという印象が強く、新シナリオを追加した全24話を心理描写も含めしっかりとテキスト化した動く小説として楽しむことができます。しかもミニゲーム部分を設定でオフにできる大胆仕様。これはもはやゲームではないのかもしれません。この手の奥様向けのドラマですらゲーム化されるほどに DS は幅広い層に売れていたということが実感できる一本です。満を持して新たなテーマに挑戦する。飛び出せ科学くん。私田中、しょこたん、科学くんの3人もいよいよゲームの中で頑張ることになりました。ビッグバン嬉しそう。2010年頃放送の科学をテーマにした教養バラエティ番組のゲーム化なのですが、この番組のキャラクター科学くんのインパクトが強すぎなので紹介させてください。
このキャラがゴールデンタイムにお茶の間に放送されていたと思うと衝撃です。私は進撃の巨人を初めて見た時に思い出したのがこの科学くんでした。そして先ほど紹介した無人島生活と雰囲気や内部構造が似すぎですが、ご安心ください。同じメーカーです。このメーカーは他にも行列のできる法律相談所のゲーム化も行っておりますので、それはまた次回のユニークゲーム集で紹介します。それでは高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ゲーム内で行われる危険な行為は絶対に真似をしないでください。約束だぞ。